ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。今回はタイの鉄道がテーマだ。タイの鉄道といえば JR 北海道のキハ183の運行開始や JR 東日本キハ40系の譲渡など、近年話題が尽きないが、つい最近、大きなニュースが舞い込んできた。2024年7月20日、タイ国鉄東北線の終点のウンカーイから先のラオス国内の鉄道が延伸し、ラオスの首都ビエンチャンに新駅が開業。それに伴いバンコクからビエンチャン新駅まで直通するタイラオス間国際夜行列車が運行を開始した。その上、バンコクビエンチャン間の列車は日本から譲渡された元ブルートレインの客車で運行されるというのだ。タイの元ブルトレ客車といえば、長らくの間臨時列車の運用にしか入らず、連休などにうまくタイミングを合わせないと乗車できなかったよね。ブルトレ客車の定期運用が復活して、しかもそれが国際列車というのはかなりのビッグニュースなんじゃないかな？その通りだぜ。タイのブルートレイン車両は2004年、2008年に JR 西日本から譲渡され、バンコクチェンマイ間の北線夜行列車などの運用に入っていたが、中国製新型客車の導入に伴い2016年に定期運行を終了。その後、2021年頃に車内の改装が行われ、塗装が紫から赤帯に変更されるといった変化があったが、今日に至るまで波動用車両として扱われていた。それが今回、タイとラオスの首都同士を結ぶ国際列車という、新たな花形列車で8年ぶりに定期運用が復活することとなった。今回はタイ東北部の主要都市コーン県からビエンチャン行きの列車に乗車し、国際列車として運行されるブルトレや開業したてのビエンチャン新駅の様子をレポートするぜ。行ってみよう。我々が今いるのは早朝5時のコーン県駅だ。大きな駅だね。コーン県駅は2019年に高架化された。長編成の客車列車に対応できる長いホームを備えているぜ。タイの鉄道でも地方駅の高架化が進んでいるんだね。乗車予定の列車は本来5時22分発なのだが、この日は1時間半ほど遅れていた。コーン県駅のプラットホームはこんな感じ。2面2線のホームは高架化に伴ってかさ上げされているぜ。なんとなく日本の駅っぽい雰囲気があるね。7時ちょうど、ビエンチャン行きの列車が到着した。牽引する機関車は中国中車製の QSY 型。2022年に登場したタイ国鉄の主力機関車だ。機関車の後ろには乗務員車両や荷物車が3両連結されている。4両目のひときわ大きな寝台客車が24系。その後ろにやや車高が低い14系座席車。6両目には再び14系寝台車が連結されているぜ。寝台車の間に座席車が挟まっているんだね。ブルトレ客車の後ろには飛空調の3等座席車が8両連結されているぜ。合計14両の長大編成だね。7時7分、列車はコーン県駅を出発した。奥には中国製の貨物専用機、CSR 型が止まっているぜ。乗車中の列車はバンコククルンテープアピワット駅発ビエンチャンカムサワート駅行きの快速133列車だ。バンコクを夜9時25分に出発し翌朝の9時5分にビエンチャンに到着する夜行の国際列車だぜ。車内の様子を見てみよう。この日はタイの連休の初日であり、寝台車は満員。ほとんどのベッドでカーテンが閉まっている。今回の列車に連結されていた元ブルトレ客車は3両。まずは寝台車を見ていこう。24系寝台車車内の様子はこんな感じだ。開放寝台で、枕木方向に2段ベッドが設置されているぜ。ブルートレイン時代には B 寝台と呼ばれていたタイプだね。下段のベッドは大きな窓があり、昼間には景色を眺めながら座って過ごすこともできる。一方、上段は窓がなくやや窮屈だ。その分、運賃は下段より少し安いぜ。上段に行くには窓側のはしごを登る必要があるね。2021年頃に行われた改装工事の結果、寝台は鮮やかな赤のビニール張りになっているぜ。古い車両だけど、車内は綺麗な状態を保っているね。シート以外はほぼ日本時代のままで、所々に日本語の表記が残っているぜ。日本でブルトレに乗ったことがない人でも懐かしい気分になるね。隣の14系座席車の車内はこんな感じ。寝台車と同じく、座席は赤いビニール張りである。冷房がよく効いていてちょっと寒いぜ。今回乗車するのは4番の座席。下の段の寝台である。途中駅から乗車する場合も、シーツは交換してもらえるぜ。海外の寝台列車は終点までリネンが交換されないケースもあるから、これはありがたいね。
10時5分、列車は国境の町の雲海に到着した。ラオスに行く乗客も一度列車を降り、到着したホームで出国審査を行う。ノ雲海では機関車の付け替えが行われた。先ほどまで列車を牽引していた QSY 型はすでにいなくなっており、代わりに国境越え区間を担当するアルストム製の ALS 型がやってきたぜ。国境を越える列車は1日に往復だ。タイラオス間の国際列車は以前はノ雲海ターナレーン間で1日に往復が運行されていたが、この度バンコクノ雲海間の快速列車と統合される形で廃止となったぜ。ALS 型を先頭に、乗客を降ろした列車が発進した。国境審査の奥は国際列車専用ホームになっていて、列車は乗客がタイの出国審査を終えるまでそこで待機するぜ。一度列車を降りて国境審査をするスタイルなんだね。いつの間にか前後の客車が外され、3両のブルトレ客車と2両の3等座席車の5両編成になっているぜ。ノ雲海で一部車両を切り離してラオスに向かうんだね。出国審査を終えて国際列車専用ホームにやってきた。乗客全員の出国審査が終わるのを待たなければならないため、列車はこのホームで30分ほど待機する。早めに出国できれば客車の様子をゆっくり観察できるね。列車はタイ最後の駅の雲海を出発。駅を出てすぐに道路と合流し併用軌道の区間になった。メコン川に架かるタイラオス友好橋を渡る。橋の真ん中で国旗がラオスのものに変わるぜ。国境を越えてラオスに入ったね。ラオスからタイ方面に向かう貨物列車が待機していた。牽引している機関車は日立製の HID 型だ。中国鉄路のロゴが入ったコンテナを積んでいるね。中国からの荷物かな？列車はかつてのラオス川終点、ターナレーン駅に着いた。停車はしたものの、この駅での客扱いはしないようだぜ。よりビエンチャン市街地に近い新駅ができたことで役目を終えたのかな？鉄道に並走する道路に設置されたゲートにはターナレーンドライポートと書かれている。ターナレーンドライポートはタイラオス間の物流ハブであり、道路に加え、タイへと繋がる狭軌鉄道、中国へと繋がる標準機鉄道が乗り入れる。奥には中国鉄路の無害車が見えるぜ。ここで標準機の列車から狭軌の列車に荷物を積み替えるんだね。ラオスは中国と東南アジア各国との間の中継貿易国としての地位を固めつつあるぜ。11時、列車は終点のビエンチャンカムサワート駅に到着した。定刻より2時間近く遅れての到着となったぜ。この列車は折り返し、ウドンターに行きの134番列車となるぜ。ホームのすぐ脇に設置された入国審査を通ると広い待合スペースに入る。カムサワート駅、かなり大きな駅だね。そうだな。ドーム状の屋根が特徴の駅舎は、まるで空港のターミナルのようだ。この駅はタイの援助により建設されたもので、駅の前にはそれを示す石碑が立っているぜ。カムサワート駅はビエンチャンの市街地から8キロほど離れていて、タクシーで20分ほどかかる。駅前では定額制のタクシーやトゥクトゥクが待機しているため、市街地へのアクセスは困らないだろう。駅にはコーヒー店やSIMカード店に加え、中国方面に向かう鉄道のチケット販売所もある。
ただし、レストランや両替店、ATM はないぜ。ラオスではタイバーツや米ドルがそのまま使えるから、タイから来た人は両替が不要だと思うけど、ATM での引き出しや日本円の両替ができない点は要注意だね。今回の動画はここまで。バンコクビエンチャン間国際列車によりタイラオス旅行がさらに便利になるだろう。国際列車は当分の間に14系14系で運用されることが決定しているので、興味が湧いた人はこの機会にぜひ乗ってみてほしいぜ。ご意見ご感想をお待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。